ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕毅の予選パフォーマンスは良かった。リカルドには警告か。マルコの話題です。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは今シーズンはビザキャッシュアップ RB の角田裕毅選手とダニエル・リカルドの両者に多くのことがかかっている。ジェッタでの角田選手の予選パフォーマンスは非常に良かったと述べています。リカルドにはすぐに何か考え出さなければならないとマルコは警告しています。リカルドはビザキャッシュアップ RB のチームが2024年型マシンにいくつかの欠陥を発見したと語っていて、全てが 100% 機能しているわけではないと説明しています。また RB チームのポジションについてシーズン前のリカルドの発言が誇張しすぎていたのではないかという指摘もされています。マルコはスピードウィークのコラムでサウジアラビアグランプリの RB チームの2人のドライバーについてコメントしています。ユウキもダニエルも今シーズンは多くの問題を抱えている。ユウキの予選パフォーマンスは非常に良かったし、リカルドもすぐに何かを見つけなければならないだろう。やるべきことがある。少なくとも角田は予選で非常に良い走りを見せ、最初のスティントではチャンピオンシップポイントの先頭を走るが、その後はどんどん遅れを取ってしまう。ロングランでスピードを維持することができないのだ。タイヤに負担をかけすぎているのか、それとも他の理由があるのか、それを突き止めなければならない。マルコは角田の予選パフォーマンスについては評価しています。リカルドに関しては予選パフォーマンスを改善するためにすぐに何かをしなければまずいと語っています。モータースポーツトータル .com は特にリカルドのパフォーマンスは改善する必要がある。リアム・ローソンという2列目にもう一人ドライバーがおり、2025年のチャンスを待っているからだ。そしてペレスが再び新しい契約を獲得した場合、オーストラリア人選手はシートが全くない可能性さえあると指摘し、近いうちにリザーブのローソンと交代してしまうのではないかと危ぶんだ見方をしています。さらにペレスが好調を維持して2025年の契約を獲得した場合、リカルドは F1 のシートを完全に失ってしまうのではないかと指摘していて、確かにそのくらい角田選手とパフォーマンスの開きがあるように見えます。マルコがリカルドの2レースのパフォーマンスを見てすぐに何かを見つけなければならないという指摘に対して、リカルドは RB のマシンにいくつかの欠陥があり 100% 機能しているわけではないと指摘しています。リカルドはサウジアラビアグランプリで16番手となり、ペナルティ5秒加算を受けた15番手の角田裕毅の後ろでフィニッシュとなりました。リカルドはジェッタでセーフティーカー出動中に41秒のピットストップで手間取りました。さらにスピンを喫し、ウィリアムズのローガン・サージェントを捉えるのに苦労していました。モータースポーツ .com によると、リカルドは次のように話しています。正直なところ、週末を通していくつか発見があったんだ。厳しい戦いになるのは目に見えていた。100% で全てが機能しているわけではない。正直なところ、車にはいくつかの欠点がある。レース自体はセーフティーカーが入り、全員がピットインした。そして僕らはその列車に乗った。それで最後に僕もミスを犯してしまった。ターン1でスピンをしてしまったんだ。モータースポーツ .com によると、リカルドは問題の本質を明言しませんでしたが、リカルドは効率の悪さを指摘していて、レースウィークが進むにつれて RB はライバルチームのように力強く改善することができなかったといい、角田選手はグリップ不足を指摘したと伝えています。リカルドはこのように続けてコメントしています。正直なところ、車にはいくつかの問題がある。マシンの効率や全ての面でいくつかのことがうまくいかなかった。
それが停滞して他のマシンがどんどん良くなっていくのはちょっとした兆候でもあるんだ。だからそれが車の限界だと感じることができた。その後いくつか発見もあった。でもパルクフェルメがある。正直なところパルクフェルメがなかったとしても24時間で修正できるようなことじゃない。だからいくつかのことがファクトリーに戻され、メルボルンではフレッシュなマシンで戻ってくることになると思う。リカルドは来週末のオーストラリアグランプリを前に最後にこう言ったそうです。いい車で全てを整理すればもっといいレースができるはずだ。確かに角田選手もレースペースは良くなかったので RB のマシンには欠陥があるとは思いますが、同じマシンに乗っている角田選手にリカルドは2戦続けて歯が立ちませんでした。このままでは来季にレッドブルに昇格どころか今季の早い時期にローソンと入れ替わっているかもしれません。そういう状況の中プラネット F1 はリカルドと RB に対し辛辣な評価をしています。 RB ほど2024年シーズンを誇大に宣伝して開幕を迎えたチームはないと。そんな中でリカルドは開幕前に次のように語っていました。もはやレッドブルレーシングのプラットフォームというだけでなく中団の先頭で戦う時なんだ。5位以内が目標であるべきだし、そのポジションに入れば表彰台も見えてくるだろう。もちろん勝ちたいとは思っているけれど昨年はステップを踏んだと思う。5位以内に入ることは可能だと思うか？そう思いたいね。しかし2レースを終えてリカルドはグリッド上位の4分の1に入ることはおろかポイントフィニッシュを狙うことも難しそうだとプラネット F1 は指摘しています。リカルドはマクラーレンで評判が地に落ちてしまいました。マクラーレンでのリカルドのトラブルはマクラーレンのマシンに慣れるのが難しかったからだと説明されていますが、オスカー・ピアストリというルーキーはかなり早く慣れました。レッドブルでリザーブドライバーとなっていた昨年、リカルドはシルバーストーンで話題のかつてのダニエル・リカルドが戻ってきたと言われました。クリスチャン・ホーナーはピレリタイヤテストの一環として行われたリカルドのラップタイムがイギリスグランプリのフロントローでマックス・フェルスタッペンと並んでいたはずだと絶賛していました。リカルドはビザキャッシュアップ RB でもマクラーレンで起きたことを繰り返すのかもしれません。マクラーレンの時はマクラーレンのマシンになれるのが難しかったからだとしていますが、 RB では車にはいくつかの欠点があると遅い理由を説明しています。リカルドの言い訳としてではなく本当に意味のある欠点の指摘で角田選手が決勝でレースペースが良くなればいいのですが、リカルド寄りの意見でマシンを変更してしまうと他のチームと比較してさらに遅くなってしまうのではないかと思います。やはり今年も早い時期に RB はドライバー交代が起きるかもしれませんね。角田裕樹の予選パフォーマンスは良かった、リカルドには警告か？マルコの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。